クライアントの無茶ぶりを契約書で完全論破した結果、これくらい無料でやるのが当然でしょう。それ契約の範囲外ですよね。 W。 俺は28歳のシステムエンジニア。中堅 SIR で5年働いている。本担当しているのは大手製造業の在庫管理システム開発。契約金額は3000万円。納期は6ヶ月のプロジェクトだ。プロジェクトは順調に進んでいた。納期まで残り2ヶ月。完成度は 80%。 このままいけば余裕で納品できる予定だった。順調そうじゃん。このままいけばボーナス期待できるな。だがプロジェクト4ヶ月目に事態は一変した。クライアント側に新しい課長が着任したんだ。はじめまして、システム開発担当の一致です。私が新任の課長よ。よろしく。この課長、前職は営業で技術には詳しくないらしい。そして初顔合わせの翌日、課長からメールが来た。現在開発中のシステムに機能を追加したいの。 AI による需要予測機能を実装してほしいわ。 AI 需要予測ですか？それって完全に契約の範囲外だぞ。申し訳ありませんが、それは契約の範囲外です。追加開発として別途お見積もりが必要になります。はあ？何言ってるの？契約書にはシステム開発って書いてあるでしょ。これもシステムの一部なんだから当然含まれるわよね。いや、契約書には在庫管理システムの基本機能しか。細かいことは知らないわ。開発って書いてあるなら全部含まれるはずでしょ。これくらいサービスでやるのが常識よ。いや、AI 機能なんて数百万円かかる追加開発だぞ。いきなりやばいやつ来たな。契約を理解してないのか。俺は上司に相談することにした。課長、クライアントから AI 機能の追加要求が来ました。これは契約の範囲外なので追加費用が必要だと思います。はあ、お前何言ってんだ。客を怒らせるな。何とかしろ。でもこれは明らかに契約外で。うちは客商売なんだよ。お前が何とかするのが技術者の仕事だろ。マジかよ。上司も味方してくれないのか。上司もクソじゃん。 IT 業界あるあるだな。俺は2チャンネルに相談することにした。クライアントが契約外の機能追加を無料でやれって言ってくる。上司も客を怒らせるなって言うし、どうすればいいんだ。契約書をちゃんと確認した。まずは契約書を精査するんだ。契約書に書いてあることが全て。そうか、契約書か。でもその時の俺にはまだ気づいていなかった。これがとんでもない事態に発展することに。またクライアント課長からメールが来た。他社の販売管理システムとのデータ連携も追加して。それも契約の範囲外です。追加費用が。だから開発って契約に書いてあるでしょ。翌日もまたメールが来る。スマホアプリ版を作ってちょうだい。スマホアプリは完全に別契約です。でも同じシステムでしょ。含まれるわよね。その翌日もまた。多言語対応もお願いね。英語と中国語に対応して。多言語対応は大規模な改修が必要です。そんなの知らないわ。やって。さらにその翌日、バーコードリーダー連携も追加して。それも契約外です。だから開発でしょ。そしてまた翌日、クラウドストレージとの連携もね。ドロップボックスと Google ドライブに対応して。もう限界だ。毎日のように要求が追加される。これは濃すぎ。完全に舐めてる。さらに翌日、レポート機能も追加してね。グラフ表示と自動メール送信もお願い。こうして毎日のように要求が追加されていった。俺が追加費用を説明するたび契約書に開発って書いてあるでしょ。に、この一点張りで押し切られる。完全に舐められてるな。これはひどすぎる。結局俺がリストアップした追加要求は20件以上になった。全部やったら工数は倍以上だ。課長、このままでは納期に間に合いません。追加要求は全て契約の範囲外です。だから何だよ。お前の説明が下手だから客が理解しないんだろ。無料でやれ。それがお前の仕事だ。プロジェクトメンバーも疲弊していた。一致さん、もう無理です。毎日終電で土日も出勤してます。一致さんがちゃんと断らないからでしょ。なんで追加費用を取らないんですか。俺だって何度も説明してる。でも上司も客も聞いてくれない。
チーム内の雰囲気も最悪になっていった。リッチも被害者なのに。上司がクソすぎる。クライアント課長から衝撃的なメールが届いた。追加機能、来週までに全部完成させてください。できなければ契約違反として違約金を請求します。違約金だとこれ完全に脅迫じゃないか。俺はすぐに上司に報告した。課長、クライアントから違約金を請求すると。お前のせいでこうなったんだろうが、お前が最初からちゃんと対応してればこんなことに責任取れよ。お前。俺のせい？完全に責任転嫁じゃないか。上司最低だな。これはひどい。その日の夜、俺は家で2チャンネルに書き込んだ。もう限界だ。クライアントは違約金請求すると言ってくるし、上司は俺に責任取れと言ってくる。このままじゃ全員が潰れる。契約書を精査して証拠を集めろ。メールも全部保存しておけ。法務部と社長に相談するんだ。戦うしかない。そうだ、戦うしかない。週末に契約書を徹底的に精査しよう。俺は自宅で契約書を広げた。全50ページの契約書を一字一句読み込んでいく。まずは納品物の定義だ。契約書には明確に記載されていた。納品物は在庫管理システムの基本機能のみ。在庫登録、在庫紹介、在庫移動、在庫棚卸し、AI 機能もスマホアプリも一切記載されていない。よし、証拠だ。次に変更管理プロセスの条項を確認。第12条、変更管理について。契約範囲の変更には書面での変更依頼書が必要。変更依頼書には双方の責任者の署名が必要。変更依頼書なしの口頭要求は無効。これだ。クライアント課長の要求はすべてメールのみ。正式な変更依頼書は一度も提出されていない。完全に契約違反じゃん。クライアントの方が契約違反してる。そして第15条、追加費用について。契約範囲外の追加開発は別途見積もり合意後、追加契約を締結する。完璧だ。契約書には全て書かれている。次に俺は追加要求を全てリスト化した。 AI 需要予測機能、他社データ連携、スマホアプリ、レポート機能、グラフ表示、自動メール送信、その他細かい要求も含めて全部で23件。そして工数を計算していく。 AI 機能だけで設計3ヶ月、開発4ヶ月、スマホアプリは設計2ヶ月、開発3ヶ月、その他全て含めると追加開発費用総額2500万円。元の契約金額3000万円の8割以上だ。2500万円。これ無料でやれとか狂ってるな。証拠も揃った。次は社長と法務部に相談だ。俺は始業前に社長と法務部長にアポを取った。社長、法務部長、お時間いただきありがとうございます。何の話だ。 A 社プロジェクトの件です。クライアントから契約範囲外の追加要求が23件来ています。追加費用は総額2500万円相当です。2500万円。はい。詳細な見積もりはこちらです。そして契約書の第12条と第15条をご確認ください。これは変更管理プロセス違反ですね。正式な変更依頼書が一度も提出されていません。クライアントの担当者は誰だ。新任の課長です。そして昨日違約金を請求すると脅迫されました。何だと。メールのコピーがこちらです。完全に契約違反じゃないか。法的には我が社の主張が 100% 正しいです。よし、クライアントと会議を設定しろ。契約書通りに進めよう。一致くん、よく調べてくれた。社長が味方してくれた。これで戦える。よっしゃ。社長まともでよかった。いよいよ反撃か。午後3時、クライアントとの会議が始まった。出席者は俺、社長、法務部長、そしてクライアントからは課長が1人。で、追加機能はいつできるの？来週までって言ったわよね。その件で本日はお話があります。一致くん、説明してくれ。承知しました。まず当初の契約書をご確認ください。
契約の納品物は在庫管理システムの基本機能のみです。 AI 機能、スマホアプリ、レポート機能、これらは全て契約に記載されておりません。だから開発って書いてあるでしょ。システム開発なんだから全部含まれて当然よ。では契約書第12条をご確認ください。契約範囲の変更には書面での変更依頼書が必要。変更依頼書には双方の署名が必要と明記されています。こちらに記者からの追加要求23件のリストがあります。すべてメールでの要求のみです。正式な変更依頼書は一度も提出されていません。それはつまり記者は契約に違反しているということです。そんなつもりじゃないわ。常識的に考えてこれくらいは。常識ではなく契約書が全てです。でも口頭で伝えたじゃない。口頭での要求は契約上無効です。メールで送ったわよ。メールは正式な変更依頼書ではありません。契約書第12条に明記されている通りです。そんな細かいこと。細かいことではありません。契約の根幹です。論破しまくり。これは気持ちいい。続いて第15条をご確認ください。契約範囲外の追加開発は別途見積もりを行う。こちらが追加要求23件の詳細見積もりです。追加開発費用総額2500万円です。2500、そんな金額払えるわけないでしょ。無料でやりなさいよ。それは契約違反です。じゃあ違約金を請求するわ。契約違反はそっちでしょ。それは無理ですね。契約書に記載のない機能の不履行は違約に当たりません。むしろ正式な手続きなしに要求を続けたのは記者の契約違反です。完全論破。スカッとした。そんな。その時クライアント課長の携帯が鳴った。はい、もしもし。部長。どうやらクライアント側の部長から電話のようだ。はい、今会議中で。わかりました。5分後、会議室のドアが開いた。お待たせしました。私が部長の山本です。この度は大変申し訳ございません。課長の独断での要求だったとは。部長、それは。黙りなさい。御社の提示された見積もり拝見しました。確かに2500万円は妥当な金額です。ただ予算の都合もありますので1500万円でご検討いただけませんでしょうか。少々お待ちください。社長と俺は一旦席を外して相談した。一輝くん、どう思う1500万円でも十分利益は出ます。何より今後の関係も考えると。わかった。1500万円で進むよ。会議室に戻った俺たちは1500万円でお受けします。ありがとうございます。クライアント課長は降格となった。無茶振りの責任を取らされたらしい。そして俺は一輝くん、君を課長に昇進させる。そして特別ボーナスとして300万円を支給する。ありがとうございます。プロジェクトメンバーからも感謝された。一輝さん、ありがとうございました。陰で残業地獄から解放されました。一輝さん、すみませんでした。一輝さんのせいだと思ってました。いや、気にしないでくれ。みんなで乗り越えたんだ。ちなみに無能上司は左遷された。客の言いなりで部下を守れないのが原因らしい。プロジェクトは無事に完了し、追加開発も順調に進んでいる。クライアント部長とは良好な関係を築けた。契約書の大切さを身をもって学んだ。契約書は守るものであり、そして守られるべきものなんだと本当に良い勉強になった。ざま完全勝利だな。契約書すげ。というわけで無事解決しました。最後まで読んでくれてありがとう。主をつ、面白かった。おつ。契約書大事だな。また書いてくれ。